模活時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー141新 SD 戦国伝超機動大将軍編のキット武者ゴッド丸を作ります。1995年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から定価500円の超機動大将軍編での最初のリリースキット。パーツの封入は2袋でした。パーツは白青の成型カラー、メッキパーツとポリキャップとシール、ガラス玉が付属。変形ギミックは武者形態、そしてスーパーモード爆熱の陣へのチェンジが可能です。しっかりとコミックワールドもついた説明書です。説明書の構成は8ページ。鉄器武者鋼丸のパーツを組み替えての連動ギミックもあり、コミックワールドは投資で135のクレジットでした。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずはポリキャップを組み込みながら胴体パーツのジョイントです。アークの国の武者でビクトリー大将軍の弟 V 丸が成長した姿がこの武者ゴッド丸です。モチーフになっているのはゴッドガンダムです。ガラス玉を組み込む部分にはシールを貼り付けます。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。今回は流し込みタイプでしたが、接着剤ではこの他にタミヤセメントを使ったりもしています。今回はパーツカットは説明書に沿って全て薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。頭部を組み立てます。組み立てに要した時間は約30分でした。目のシールはこの製作パートで貼り付けてしまいます。色分け設定のシールは結構なボリュームあるキットでした。そして脚部です。白の成型カラーで作られています。 V 丸は7人の超将軍編で神聖闇軍団と戦いました。勉学だけで平和は守れないと知り、超将軍の一人爆竜ガンダムの下で修行します。腕を組み立てます。爆熱鋼はメッキパーツで作られています。腕部に組み込みます。武者ゴッド丸のキット構成としては、武者形態からスーパーモードへのパーツ差し替えなしでの変形、師匠爆竜ガンダムのデザイン上の共通点である特殊素材のガラス玉、重火器を持たないことが特徴でした。ここからは武者形態を作る武装パーツです。まずは肩アーマー。仕上げでシールを貼る爆熱の門の箇所がありますが、素組みのこの段階では使わずに組みました。党派の羽織、そして気が満ちる時に文字が浮かび上がる爆熱の門の変形はなかなか見応えがあります。次はバックパックです。爆熱心眼翼と呼ばれる翼。左右上下が分かりづらいですが、パーツを間違えずに組んでいきました。超機動大将軍編は SD 戦国伝シリーズでは7作目。F91 とその一族を主人公にした新 SD 戦国伝のシリーズとしては4作目です。今回のゴッド丸が主人公です。登場キャラクター、ストーリーは機動武闘伝ゴッドガンダムがベースになっていました。登場キャラの異国武者は SD ガンダム外伝、SD コマンド戦記、ガンドランダーの世界をモチーフにされていました。そして兜に取り掛かります。特徴的な頭頂部にある蓬莱角。爆熱の陣では後方に折りたたまれていた角が出現する変形です。スーパーモード爆熱の陣には闘気の高まりにより党派の鎧が展開することで変形します。必殺技は熱火爆輪山。ブレードガンダムの進めに従ってガウンランドへと向かい物語は進んでいきます。軽装形態を組み上げていきます。脚部から順にパーツをジョイントしていきます。シールでの色分け対応になっていた箇所は後ほど塗装で対応をします。頭部を接続して完成です。フロントビューからリアビューがこちら。
続いて武者形態を組んでいきます。肩アーマーを取り付けます。バックパックに付属の鞘には爆裂刀、熱波刀という2本の刀を収めておきます。兜をジョイントして完成です。フロントビューからリアビューがこちら。変形してスーパーモード爆熱の陣がこちら。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー141新 SD 戦国伝超機動大将軍編のシリーズから武者ゴッド丸、まずは素組みで軽装形態武装形態までを一旦作りました。次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。